プロシアの歴史13、ブランデンブルグ・プロシア。前回は地名や人名についての悩ましさについてのみお話ししました。今回はシュマルカルデン戦争、アウグスブルクの平和以後のプロシアについて見ていこうと思います。その前に悩ましい地名表記を決めておきます。これをユーリヒ・グレベスバーグとします。アルブレヒトはアウグスブルクの平和を見届けた後、1568年に亡くなりました。彼の後を継いだのは息子アルブレヒト・フレデリックでした。この人は男子の後継者を残すことなく1618年に亡くなりました。誰がプロシア公を引き継いだのか、この質問の答えはジョン・シギスムンドでした。というのは、ジョン・シギスムンドはアルブレヒト・フレデリックの一番上の娘を嫁にもらっていたからです。ジョン・シギスムンドはプロシア公を引き継ぐ前、1608年に自分の父親からブランデンブルグ選定公も引き継いでいました。つまり1618年、ブランデンブルグとプロシアはジョン・シギスムンド、ホーヘンゾーレンのもと一つになったということです。ホーヘンゾーレンが力を増すことは、ハプスブルクには喜ばしいことではなかったはずです。ただプロシアは依然としてポーランド傘下の国でした。ハプスブルクがプロシアに注文をつけることはできなかったと思います。また、アウグスブルクの平和以後とあっては、ブランデンブルグに対しても、ハプスブルクは大きな力を行使できなかったのではないでしょうか。ここで注目したいのがこの結婚です。息子の妻の妹が父の嫁になったわけです。このような結婚は倫理的に大きな問題があるように思えます。ただ、この時代の結婚は恋愛問題ではなく外交政治問題でした。ヤギエロンやハプスブルクとの衝突を避けつつ、ホーヘンゾーレンはプロシアとブランデンブルグを一つにまとめ上げることができた。とするなら、こういった結婚も仕方なかったのかなという気もします。それでも疑問は残ります。プロシアとブランデンブルグを一つにする、そのためだけだったら、1594年のジョン・シギスムンドの結婚だけで十分体裁は作られたように思えるからです。1603年の父と妹との結婚は、ホーヘンゾーレンが西を目指すための結婚だったのではないでしょうか。北はバルト海、南はハプスブルク、東はヤギエロン・ポーランド、残った方向は西。ブランデンブルグの西隣はウェッティンでした。さらに西にはユーリヒ・クレベスバーグがあり、その先にはオランダがありました。結果的にはホーヘンゾーレンのこの西を目指そうとした結婚も戦争を回避することはできず、戦争を引き起こしてしまったようです。そのことについては次回お話しすることとして、今回はプロシアの歴史13をまとめて終わろうと思います。1618年、プロシアとブランデンブルグはジョン・シギスムンド、ホーヘンゾーレンの下で一つになりました。プロシアは未だポーランド王の管理下にありました。ジョン・シギスムンドはプロシア公であるのと同時に、神聖ローマ帝国のブランデンブルグ選定公でもありました。ブランデンブルグがプロシアと一つになったのは、ホーヘンゾーレンにオランダを望む気持ちがあったからでしょうか。ポーランド王がプロシアとブランデンブルグが一つになることを承認したのは、ポーランド王にもオランダを目指す気持ちがあったからでしょうか。今回は以上です。ありがとうございました。